こんにちは、ごはんつぶです。このポッドキャストでは日本のことや私のことについての雑談を日本語でしています。友達感覚で参加してほしいのでコメントたくさんお待ちしています。今日のテーマは日本人が日本にいる外国人に思うことです。日本にいる外国人っていうのは今日本に住んでいる人、在日の人とか旅行で来る人、観光客ですね。そういう人に対してあるサイトで日本人が疑問に思っていることを質問していたのでまとめてみました。それでは一つ目、質問。外国の人って夏でも冬でも薄い生地の服を着ている人が多くないですか？これね、私めっちゃ思います。日本のニュースとかで寒くなってきましたっていう外の映像とかが流れた時に外国人観光客が映るんですね。で、そういう時にみんな半袖を着てたりするんですよ。日本人のその現場にいるアナウンサーの人とかはダウンジャケットを着ていたりとかマフラーを巻いてもう完全に寒さ対策をしてるんですね。この質問のベストアンサーになっていた人は外国の人は日光浴の文化があるので太陽の光を浴びたいんじゃないですかっていうふうに答えてたんですけど、確かにそれもあるかもしれないですが、私の考えはちょっと違います。まずそもそも日本人以外の方は暑かったら薄着をして寒かったら厚着をするんですね。それ普通じゃんって思いますよね。でも日本はちょっと違うんです。日本は季節によって服を変えるんですね。例えば夏になったら暑いので薄着の服をクローゼットとか押し入れの奥から出してきて自分がよく使う服のところに置いて使わない冬服をもうタンスとかクローゼットの奥にしまうっていうことをするんですね。そういうのを衣替えって言います。それを季節ごとにします。だから季節ごとにもう服が全部変わっちゃうんですね。衣替えをしない人もいますが、基本的にみんな衣替えをしていると思います。そして多分これも日本特有なのかなと思うんですけど、例えば暑くなってきたらもうそろそろ半袖で外出ていいかなっていうのを伺うんです。他の人がどんな服を着てるかなって見るんですね。で、みんなそろそろ半袖着てたら、じゃあそろそろ半袖着出そうかなっていう感じで半袖になったり、逆に冬になったらダウンジャケットもうそろそろ着ていいかな、今着たら暑苦しいと思われないかなみたいな感じで、服も周りを見て着ちゃったりする人もいるので、なんとなくみんなが同じような服をしています。でもこれはあくまで一般的な話なので、好きなものを好きなように着る人ももちろんいます。でもさすがに真冬に半袖半パンっていう人はいないかもしれないですね。それでは質問2つ目。京都は今外国人観光客が増えてオーバーツーリズムが問題になっています。オーバーツーリズムっていうのは人が増えすぎて、例えばゴミの問題だったり、地元の人がバスとか電車に乗れないとか、そういう問題が起きているっていうことです。でも外国人観光客と日本人観光客と何か違いがあるのですか？スーツケースが邪魔とかですか？っていう質問です。これのベストアンサーは文化の違いなどで
マナー違反があります。言葉が通じないから注意できませんっていうふうに言っていました。確かに外国人が増えようが、日本人が増えようが、人が増えてることには変わりないので、一緒かなって私は思います。日本人もマナーが悪い人はたくさんいるので、そこは外国人も日本人も関係ないかなと思います。ただ、今ね、結構問題になっているのが、外国人観光客がスーツケースを捨てて帰るっていうのが問題になってたりするんですよ。スーツケース捨てるってどういうことっていう感じなんですけど、例えば日本に行って観光でいろんなものを買いまくるんですよ。で、買いすぎてスーツケースに入らないってなった時に、新しい大きいスーツケースを買い直すんですね。それで、大きいスーツケースに全部入れて、小さいスーツケースを捨てて帰るとか、いう人がいるんですよ。ホテルに放置したりとか、最悪、道に置いて帰る人とかもいるっていう風になってて、で、問題になってるんです。さすがに日本人でそんなね、大きいスーツケース持って旅行するとか、スーツケースを道に捨てるとかいう人はいないので、まあそれも日本人観光客と外国人観光客の違いかなと思います。もちろんね、マナーをちゃんと守っている外国人はいっぱいいて、そういう人は日本人は大歓迎なので、どんどん日本に行ってください。で、もう一つは、よくこれも聞くことなんですけど、日本人は、外国人の匂いについて言う人も多いです。日本人はね、本当に匂いにうるさいんですよ。うるさいって言ったらちょっとネガティブに聞こえるんですけど、匂いもマナーの一つっていう風に考えていることが多いです。そもそも日本人はお風呂にめっちゃ入ります。毎日入っている人が多いです。最近は風呂キャンセル界隈っていう言葉も出てきているんですけど、風呂キャンセル界隈っていうのはお風呂に入りたくない、お風呂をキャンセルする人たちのグループみたいな感じですね。でもお風呂に入らないっていうことだけで、そういう名前ができるくらい日本人はほぼ毎日お風呂に入ります。まあ体臭は仕方ないこともありますが、香水をつけすぎてる人とか、あと柔軟剤の匂いがきつい人とかのことをスメハラって言ったりします。スメハラっていうのはスメルハラスメント。匂いの嫌がらせみたいな感じですね。香水はなんとなくわかる気もするんですけど、柔軟剤の匂いでも言われるんだっていう感じですよね。でも確かにきつい匂いは自分では慣れちゃうじゃないですか。香水つけても、あれ匂いしなくなったなぁと思ってもっとつけちゃったら、他の人にとってはすごく臭い匂いに感じられたりとか、まあ強い匂いをずっと嗅いでたら頭が痛くなったりするので、匂いを嫌がる気持ちもわかります。日本に行くときは香水つけてもちょっとだけ風がふわーっとなってちょっと匂いするくらいっていうのがいいのかなと思います。まあマナーをね守ってたら日本人も外国人大歓迎だと思うので、皆さんも日本に行くときはマナーを守って行ってください。そして最後の質問、3つ目。私には外国人の友達がいます。彼女はいつも私との遊びの約束に遅刻します。でも彼女は仕事には遅刻しません。飛行機などにも乗り遅れません。大事なことに遅刻しないということは、私の約束は大事だと思ってないのでしょうかっていう質問ですね。
ベストアンサーの人は、時間の価値観は人それぞれです。文化でも変わりますっていうふうに答えてました。これはもう文化ですよね。日本人は本当に時間に厳しい。電車とかが遅れないっていうのは有名ですよね。1分遅れただけでも1分電車が遅れていますっていう放送が流れたりします。基本的に日本人は小さい頃から5分前行動、10分前行動するっていう風に教えられています。5分前行動っていうのは何をするにも5分前にそれができる状態にすること。例えば待ち合わせ場所には5分前には到着するとかですね。これ日本人に結構多いと思うんですけど、約束の場所に30分くらい前に着いて、で、待ち合わせの場所の付近をうろうろしたりして、その時間が来るまで待ったりとかする人もいます。仕事とかも、例えば8時に開始って言われてたら、8時にその仕事ができる状態にしないといけないっていうことです。だから大体の日本人は7時半くらいに到着して仕事の服に着替えたり、ちょっとリラックスしたり、今日の予定を確認したりとかをします。だから8時に開始って言われてるのに8時に到着したら怒られます。8時に到着してコーヒー飲んだりしてたらパンってやられますよ。さすがに暴力はないと思いますけど。もし日本でね、働くことがある人は気をつけてください。これに関して京都の文化で面白いことがあるんですけど、例えば京都で誰かのお家に招待されたとき、そういうときに髪の毛一本遅れていくっていうことを言います。それは家に招待してくれている人は人が来るからおもてなしをするために部屋を片付けたりとか、料理の準備をしたりとか、バタバタしているわけですね。なので、それで5分前行動されたら、例えば9時に来るって言ってたのに、8時55分に到着されたら、あと5分あるのに、まだトイレ掃除終わってないとかいう風になってしまうので、髪の毛1本遅れていく。9時1分とか、9時2分とか、ちょっとだけ遅れていきます。その招待してくれた家の人が、やっと準備終わったって言って、一息つける時間で行くっていうのが京都流のマナーです。あくまでも京都の話なので、基本的には5分前行動とかの方がいいと思います。私はすごい遅刻するタイプなんですね。学校とかもよく遅刻してましたし、でも日本人の友達との約束は本当に時間守った方がいいです。日本で遅刻するっていうのは信頼を失うのと同じなので絶対にやめた方がいいです。だからといって早く着いてもやることがないんですよね。私は対策としていつも2種類の本を持つようにしていました。一つは短い本。語学を勉強しているんだったら単語の本とか。日本語の本だったら名詞とか単語が載ってる暗記するような本。で、もう一つは長い小説とかを持つようにしていました。そしたら、例えば5分前行動で早く着いちゃった場合、5分あるので短い単語の本を読んで勉強したり、逆に友達が遅刻しちゃうっていう時、長く待たないといけない時とかは、長い小説を読んで時間を潰しています。遅れてきた人に早く来るようにせかしたら、
事故とかにあったら怖いので、なるべく焦らせないように自分が待つようにしています。ということで今日は3つの日本人が外国人に抱く疑問について話しました。このポッドキャストはあくまでも私の意見が中心なので、私はこう思うよとかそういうのがあればコメント欄にどんどん書いてください。できれば自分自身のニックネームを考えてコメントにつけてくれたら私がその人のことを覚えやすいので、そうしてくれたらありがたいです。ということで今日はここまでにします。ありがとうございました。バイバーイ。